久しぶりの What's in my bag の動画です。バッグの中身の紹介入る前に、バッグに合わせてオムプリセのコーデにアクセントを加えてみることにします。ヴィンテージムードな最近の私なので、エルメスのスカーフリングを使って最近手に入れた素敵な彩りを加えます。札幌にあるペギーズブティックというヴィンテージショップで、とても素敵なグッチのスカーフに出会いました。ユリのお花が描かれているデザインに一目惚れをして、私は幼少期の体験から特段ユリのお花に思い入れがあるので、このタイミングで出会えたっていうのも何かのご縁なんだろうなと思ってます。スカーフをまとうと一気に雰囲気が変わるね。一世三宅のモダンな質感にヴィンテージライクなテイストを混ぜてみたくなった。何よりユリのお花が美しくてうっとりとする。ではお待たせいたしました。バッグの中身を見ていきましょうか。久しぶりの What's in my bag は特段こだわりが詰まっているので、チャンネル登録と動画を最後までお楽しみいただけると嬉しいです。今回のバッグはオールドセリーヌのトートバッグで、現行のトリオンフも魅力だけれど、私はマカダム柄が好きです。今このバッグを手にしたのはいくつか理由があるのですが、まずはこの街の広さ。内ポケットもあるので収納も便利なことと、そして MacBook が余裕を持って入るバッグを持ちたかったことが一つ。あとマカダム柄を選んだ理由としては、個人的な懐かしさが一つあって、2018年に上京した時にお茶の水で過ごした学生時代、掲げた目標に向かって必死になっていたあの頃に一番目にしていたデザインの一つで、今手にすることであの頃に帰ることができる気がしたんだよね。当時の目標はしっかりと全て叶えたからこそ、今現在新たな目標に向かってもがいている私に力をくれる気がしたんだよね。あの日々のおかげで今の私がある。バッグの中身の最初は必需品からいきましょうか。 iPhone 16を私は使用しているんですけど、裏面にはユリのお花、アルチザンパフュームのパッサージュダンフのヌエットですね。香水に関してはこの動画内でも紹介しますのでお楽しみに。スマホストラップはハイタイドストアで出会ったもので、コナワというブランドのアイテムです。生のような見た目がキュートなこちらなんですけど、とても頑丈で機能的。手持ちする以外にもこうしてバッグにかけて使用したりもしています。時により融通が利くのがいいなっていうのと、何かとサイズがちょうどよくて気に入ってます。そしてもう一つ必需品のサポートアイテムが増えたマグピックですね。基本的に私の Vlog はソニーの Vlog カメラで撮影をしているんですけど、外だと特にアクションカメラのような融通は聞きづらいことがある。だけどマグピックはマグネットになっているので、磁力でくっつく場所さえあれば iPhone ではあるけどささっと第三者視点で自信を撮ることができる。個人的にはそれが結構ありがたいです。基本一人なので写真も含め第三者視点で撮りがたい時があるんですけど、容易に行えるようになったっていうのは大きいですね。私生活兼クリエイターらしい必需品の紹介でした。とても分厚さがある私の手帳なんですけど、ヴィンテージショップで出会ったルイ・ヴィトンのアイテムです。ここにはね、たくさんの大切が詰まっています。メインとしては日記を書くことに使用しているんですけど、改めて中身を紹介してみようかなと思った。手帳の見開きからいつ見てもワクワクするんですが、まず最初のページはこんなところ。紐解いていくと、代官山だったかな、小高泉さんの展示で手に入れたデザイン画で、カードケースのところに1枚差し込んでみています。そしてその下にあるのは2023年に表参道で行われていたアンエアードゥパリというリプティックのイベントに参加した時に購入したクリップですね。素敵なイベントだったのでいつ見ても懐かしい気持ちになります。そしてお隣には素敵なお言葉。こちらはしおりなのですが、スーパービーバーの名前を呼ぶような歌詞です。
虎ノ門ヒルズで行われていた展示会を見に行った時に手に入れることができずじまいだったんですけど、思いがけずね、札幌でも展示があって手に入れることができた宝物です。言葉が形になってるっていう、こんなにね、素敵なことがあるんだろうかっていう。そしてこちらも宝物で、ちょっと描く人さんの展示に行った際に描いていただいたイラストですね。このチャンネルのアイコンにしていたこともあるので、その時に私のチャンネルを見つけてくれたあなたはおそらくサエコさんですね。そして裏面には素敵な香りを散りばめています。ジル・サンダーのムエットからはコーヒーの香りがする。日記を綴るにはペンが必要ということで、今はこの2本を手帳に挟んでいます。アステード・ビラッテと無印良品。まずはアステード・ビラッテから。1月に東京へ遊びに行った時に表参道へオープンしたアステード・ビラッテの直営店に訪れたんですが、その時に購入をしました。クラシカルなデザインでとても気に入っています。そして無印良品のボールペンを一緒に持っているのは訳があって、何か文字を書くときは 0.3mm の芯が好みで、アステーのペンは 0.5mm、対応している 0.3mm の芯を見つけられずにいるので、ひとまず慣れ親しんだ無印のペンを一緒に持ち歩いています。私は筆圧が強いので芯先が細い方が嬉しい。手帳ってね、こだわりが出るよね。そして普段日記をまとめているのはプロッターのプレイン。フォロワーさんが教えてくださって出会ったブランドで、おかげさまですっかり虜になりました。手帳作りがね、こんなに楽しくなったのもプロッターのプロダクトに触れることができたおかげだと心から思います。日々ね、思いつきで日記を書くのが楽しくて仕方がないです。そして日記の裏表紙も充実し始めていて、2121デザインサイトに行った時の入館証が素敵で残しているのと、ティワーナのスタッフさんが描いてくれたイラストが可愛くて和やかな気持ちになるので、そしてもう一つチェキを挟んでみています。まずこちら側は友人の結婚式に参列した際に大好きな友人たち大集合で撮ることができたので、とてもハッピーな気持ちになる一枚と、私の Vlog を見てくれている方ならおなじみの2人だと思うんですけど、大親友の昴生蓮と一緒に撮ったチェキも入れています。そして一番後ろのポケットにもこれまた大切が詰まっていて、これが本当に嬉しかったんだよね。4月に昴生が札幌へ遊びに来てくれた時に、一世三宅とモールスキンのコラボアイテムを私への誕生日プレゼントに選んでくれていた。我々といえばね、一世三宅なので、とても嬉しくて飛び上がったんだよね。蛇腹になっているのが特徴的なこちらは、ノートでもあり、名刺入れでもあり、カードケースでもある、人と人との出会いを深める大切な役割というところで、ラフに使うのではなくて、大事に大事に使用をしたいので、どんな書き留め方をしていくか、たくさん想像を膨らませています。大切なシーンをこの中に記録していきたいなと私は考えているよ。そしてこの背面のポーチにはもう一つ、訪れた素敵な場所のショップカードを入れている。こうしてね、訪れた場所を残していくことが私の趣味の一つでもあります。だからね、ショップカードって集めるの好きなんだよね。心動いた場所を大切に保管していくっていうのと、そしていつかの出番のために一緒に持ち歩いています。ちなみにこのクリアケースもプロッターのアイテムで、これがまたね、手帳沼にはまるきっかけの一つでした。そしてもう一つ入れているのはメッセージカード。さっと書き残して誰かにメッセージを渡したい時とか、感謝を伝える時にもとても便利で、例えばお仕事だと誰かが異動になったりとかね、メッセージカードはワンセット持っていると何かと役に立つので持ち歩くようにしています。その中でも遊び心があるデザインが私は好みで使用しています。年を重ねれば重ねていくほど、経験値がゆえに生まれる固定概念で凝り固まってしまうこともあるので、遊び心を忘れない、そんな大人でいたいなと私は思います。私の大切が詰まった手帳でした。手帳の次は勉強道具たちといきましょうか。無印良品のポーチを少し大きいものに変えました。このポーチ、ポケットが2箇所あるのがさりげなく便利で、メッシュ部分とそうではない箇所で入れたいものの住み分けを変えることができる。
メリハリがついてくれる気がして好きなんですよね。メッシュ部分は趣味で固めてもいいかもね。ひとまずポーチの全体像はこんなところ。サイドにはフロムオーンで購入したキーホルダーで、ソープトレイみたいで可愛いですよね。色といい、質感といい、なんだか好みなんですよね。ポーチのサイドにキーホルダーが増えていく、そんな予感がしました。いよいよね、中身に入ります。まずメッシュ V の正面には文庫本を必ず入れていて、今日は吉本バナナさんの気分です。個人的に吉本バナナさんの作品の中でもひなぎくの人生がとても好きで、ただ先日の Vlog 内でついに読むことができたミトンとフビン新作もね、とても素敵でした。ふとね、心に残る言葉との出会いが吉本バナナさんの作品は多い気がする。撮影しているのを忘れてついつい夢中になってしまいそうでした。もう一つメッシュ V に入っているのはドリテックのタイマーで、このタイマーがまた便利なんですよね。テーブルへ平置きした時にタイマー部分に傾斜がついているので計測時間が見やすいっていうことと、機能がいくつかある中で側面でモードを切り替えることができて、音量の大きさやサイレントモードまで対応していることと、試験日までの日数をカウントしてくれたりとか、LED のランプで計測終了を知らせてくれたりとか、勉強頑張っている Vlogger の方の動画を見て、これは便利だなって思って購入を決めました。カチッとね、スイッチを押して開始終了ができるのも気持ちがいいですよね。スマホでもいいかもだけど、何かと通知を見てしまうので集中がそがれてしまうっていうのを意図的に避けることができます。一つ一つの物事への区切りって大切だと思うんですよね。そしてポーチの中身、最初はこちら。移動中などにも読むようにしているキンフレ。こればかりはね、何周もしていくしかないなと踏んでいます。なので日常的に持ち歩いていて、何かと移動中に読んでいることが増えました。日進月歩ではありますが、着実に覚えています。何かを覚えるっていうのは一緒に自信が伴うから好きです。学びたいことばかりです。そしてもう一つは iPad mini with Apple Pencil ですね。昔は少し大きめの iPad を使用していたんですけど、持ち運びの手軽さとかコンパクトさに惹かれて、これだけミニマムにもかかわらずとても機能的なので、すっかりね、手放せなくなりました。勉強のお供にしたり、ノートにしたり、細かく抽出したい部分を PDF にしてまとめることができるのも iPad でノートをまとめるいいところだよね。ケースも Apple 純正を使っていて、手にピタッと収まるのが本当に好きなところです。アイデアを書き出したりするのも iPad で行うことが私は多いですね。ホワイトボードみたいな使い方になるときもしばしば。そして文房具も持ち歩いているんですけど、まず最初はキャンパスのブッククリップ。グッドデザイン賞を受賞しているこちらのアイテムは左右がそれぞれ独立しているので、ページに厚みの違いが出ても簡単に挟むことができる。心からね、このクリップを薬学生の時に欲しかったなって思います。これだけ左右差を出して挟んでもブレがないので、今は単語帳を挟んだんですけれど、当時持っていた分厚い過去問集とかゲストたちを使う時にこのブッククリップがあればとても快適だっただろうなと思う。今はトイックの過去問集を挟むときによく使用しています。そしてもう一つはフリクションタイプのボールペン。無印良品のもので黒田を2色持ち歩いています。キンフレや問題集に直接書きたいときに使っています。覚えてない単語に印をつけたり、メモ書きをして残したいときに使うことが多いですね。覚えたところはあえて消したり、工夫を凝らしてみたりしています。あとはヘデラの定規。こちらに関しては中央に穴が開いているのが好きなポイントで、文字を見ながら線を引くことができるのが結構嬉しいです。基本的な使い道としては読書の時がほとんどで、好きな言葉とか気になった言葉を見つけた時に文庫本に線を引いていくのが好きです。蔵前にあるシローで見つけたブックマーカーで、閉じたり開いたりできるユニークな形をしていて、様々な大きさの本に対応しています。文庫本に使うことが私は多いので、私は閉じた形で使うことが多いんですけど、ブックマーカー自体に大きさがあることで、ブッククリップ的な役割をしてくれるのも助かります。ちなみに広げた形にしてあげると、これぐらい
しっかりと余白ができてくれるので、データ上で完結するものにもしっかりと頼るんですけど、文庫本などの紙ベースが持つ良さとか文房具類が好きなので、こうして両立しながらお気に入りなものを詰め込んでいます。今のセットをね、薬学生だった当時に使っていたらもっと便利だったんだろうなって思うんですけど、テキストでパンパンになっていたあの頃も楽しかったけどね。こうして勉強と読書の趣味を一つのポーチにまとめてみると、何かを意欲的に学ぶことって本当に楽しいことだよなぁと改めて思う、そんな最近のことです。ワッツイマバッグの動画でバッグが2つ出てくるって予想外でしょ。バオバオのキューボイドが本当に大好きなアイテムで、もちろん日常的に使っているんですけど、メインとして私はカメラバッグとして使用しています。なので今撮影している Vlog カムとカメラ用のアイテムが少々入っていて、まずはリップキックの小さな巾着、ソリッドパフュームが入っていた巾着なんですけど、今はカメラのバッテリーを入れるのに使用しています。予備のバッテリーを普段は2個持ち歩いているので、2つ入るのがちょうどいいんですよね。あとはエレコムの USB。普段 Vlog のデータはこの子を通して MacBook へ送っています。ある意味私にとって生活必需品の一つかもしれない。データ転送が早くてとても助かってます。Type-C なので iPhone にもね、写真をすぐに送ることができて嬉しいなっていうのと、なんていうね、カメラ周りのアイテムをまとめているのと、あともう一つは三脚。形の自由が利くので、多種多様な使い方が可能なことと、足先の赤い部分はマグネットになっているので、コンパクトさがありながら可動域がとても広いので、置くだけではなくて何かに巻きつけたりして撮影することができるので重宝しています。これだけ可動域があるんですけど、遊び心過多ですね。この形にして椅子の背もたれとかに巻きつけたりすることも多いかな。形状の変化が多種多様かつイージーなことと、手のひらサイズのコンパクトさなので、バオバオのキーボードにも一緒に入るのがありがたいですね。カメラ用の三脚って何かとかさばることが多いので、個人的にとてもいいサイズ感で重宝しています。この2つと今撮影している Vlog カムが基本的にはキュボイドに入っています。バオバオのバッグはマットな質感が私はとても好みで、セカンドバッグ的な使い方をしているんですけど、このままハンドバッグとして持っていることも多くて、バッグの中にしまってはいるんですが、中にね、絞りが調整できる金具が入っていて、ショルダーの長さを幅広く変えることができるので、肩掛けから斜め掛けも可能になります。冬はね、コートの上によくこのスタイルで過ごしてました。マットな質感なバーバオの高級感が私はとても大好きで、これからね、夏を迎えて軽装になっていくので、ショルダーを短く調整して、軽装かつフラット荷物少なめでお散歩したい気分の時には、バーバオのキーボードを片手に、この長さのショルダーにして持ち運ぶことが増えそうです。ハンドバッグとしての存在感があるので、エレガントさが出る気がして好きなんですよね。ちなみに iPhone と持ち歩くときはこんな感じ。お縄のスマホストラップの長さと合わせて持ちやすいので、このスタイリングにしてさっとね、コーヒーを飲みに行くのがいいですね。身軽さを求めるときにはこのスタイリングが増えそうです。私の中で主役でもあり、名脇役でもある大切なバッグです。ここからはメイクポーチを紹介していきます。クラシカルなムードが目を引くこちらのポーチは、ヘギーズブティックでグッチのスカーフとともにお迎えをしました。ガマ口な形のこちらには、お気に入りのアイテムと必需品を詰め込んでいます。開いた瞬間からね、気分が上がるんですよね。早速一つずつ見ていきましょうか。まずはここ最近登場機会が多いこちらから、ランコムのリップですね。このリップをつけると顔色が明るく見える気がして好きです。テクスチャーも潤いがあって保湿力に長けているのと、アプリケーターの形も唇に沿うようにできているので、塗布する際とても簡単でいいなっていうのと、さっと塗布ができて簡単にツヤを出してくれるので、必ず持ち歩いており、日常的に使うことが一番多くなりました。ピンクベージュな色味が使用していてしっくりとくる気がする。そしてお次はこちら。ローのリップですね。蔵前にある踏みつきで購入をしたんですけど、色味の選択が私にしては珍しくて、ローのアイテムはブラウンカラーを選択してみました。
髪をかき上げるスタイリングをすることが最近増えたので、キリッとね、かっこいいスタイリングをしたい時に、このブラウンカラーを少量ね、指先ですくって取り入れるようにしています。個人的には気が引き締まる色です。そしてもう一つは一番のお気に入りで、ドリス・バンノッテンのリップなんですけど、なんといってもね、パッケージの美しさが目を引きますよね。アーカイブ生地に着想を得たアートピースのようなケースが本当に素敵で、お色味も日常に溶け込みやすいものを選択しました。憧れのリップなこともあって、塗布するだけで一気に気分を上げてくれます。大切さがゆえに休日だけ使用するようにしてますね。ドリス・バンノッテンのテキスタイルって本当に美しいなって感心します。私がもし一世三宅以外のお洋服をこれから持つことがあれば、ドリス・バンノッテンのサテンの生地のパンツは唯一手にしたいなと思っている。そんなこだわりが詰まった最近の私のリップ事情でした。3種類それぞれのテクスチャーを比べてみるとこんな感じで、今の私はどこかシアーな色味が好みみたいで、ブラウンがビビッドに見えると思うんですけど、意外と馴染みます。ブラウンカラーをどちらかと重ねて塗布するのもすごい綺麗なんですよね。改めて比較してみると、好きな色の軽度が年々変わっている気がする。数年前まではパキッとした赤を選択することが多かった。次は香りのアイテムに立ち寄ってみます。サンタマリア・ノベッラのペーパーインセンスで、手帳の中にも1枚差し込んでいたのですが、ポーチの中にも閉じ込めてみていて、ベンザインのバルサム調な香りがとても好きで、ポーチを開けた時にふわっと香りを感じるのが心地いいんですよね。暗色香の香りってなんだか安心する。本のしおりに1枚使用しているんだよねって知り合いが話していて、その香りのまとい方も素敵だなって思いました。なくなっても買い足すぐらい大好きなペーパーインセンスです。そしてお次はまたリップに戻るんですけど、薬用リップ、口角炎が続いてしまった時があって、それからね、何かトラブルがあるたびにお世話になってます。勉強して資格を取得した甲斐もあって、成分表記を見て理解できるのがすごい楽しくて、今でもその知識が生きているっていうのも嬉しいですよね。香水とかもそうだけど、何が入っていてどんな作用をしてくれるか、この素材同士の掛け合わせがユニークとか、何事も知れば知るほど楽しくなってしまうんですよね。そしてお次は目薬。Vlog の編集とか読書もそうだけど、一点を見続けることが多いので、何かと疲れ目にはなりやすい生活をしています。そんな時の味方ですね。この目薬を選んだ理由は至ってシンプルで、色が好き。成分も見てますけどね。そしてお次はハンドクリーム。工具のアイテムなんですけど、コロッとした見た目が可愛いですよね。私はモスの香りを選択したんですけど、クラシカルさのあるフゼア調をモダンに仕上げた香りで、身にまとうととても心が落ち着く香りがする。あと、工具のハンドクリームを使用して感じたのは、テクスチャーが滑らかなので、すぐに作業に取り掛かることができて、ボディケアでは珍しく、香りの持続が長い気がする。香りの立ち上がりが華やかかつ、パッケージのユニークさ、私はハンドクリームに留めているので、このハンドクリームとても好きですね。コロッとした見た目が愛嬌があって、人って丸に惹かれるんだなーって改めて思います。いろんなハンドクリームを使い切っては新しく試すのが楽しくて好きですね。ポーチを開けた途端に気分が上がるアイテムを目にできるっていうのが私のこだわりの一つですね。視覚情報の美しさっていうのは私は特に大事かもしれない。色合いとか形や素材とかその他もろもろなんですけど、私生活でよく使うものであればあるほどなんですけど、美的センスの妥協をしたくないなって思います。私もまだまだ成長過程なんですけど、その中でこだわりを持って手に取るアイテムが今の私なんだろうなって思います。スカーフの色にも合っていて素敵ですよね。メイクポーチ第2弾は少しだけ大きさがありますね。アトリエマクレでいただいた巾着に入れているのは、私といえばを特に彩るアイテムたちで、中身を覗くだけでハッピーな気持ちになる。香水の話をしている私を好きだと言ってくださる方が多くて嬉しいです。紹介したいアイテムがたくさんなので、ひとまず全部出しますね。ポーチ外からも一つ登場させておこう。巾着の中身はこんなところ。まずはバイレードのアイシャドウ。パッケージの美しさはもちろんなんですけど、スモーキーな質感をアクセントに加えたい時にとても素敵な色味で、とてもお気に入りのパレットです。そして内側に鏡がついているので、先ほどのドリス・バンノッテのリップを一度取り出して、リップを塗布する時に
一緒に取り出すことが多いです。どちらのデザインもシックでとても好きで、感性に刺さったデザインで身だしなみを整えるのはとても気分が上がりますよね。お気に入りのセットです。まだまだ続いていくので、リップは一度お留守番です。お次は私の大好きなビュリーのコームです。そして新たな見方も増えておりまして、ビュリーのプロダクトはどこを切り取っても絵になるから好きです。白い大理石のようなデザインがとてもお気に入りで、髪も最近はストレートにしているので使用頻度がとても増えました。頭の形に沿ってカーブしてくれているのも好きなポイントで、ボブヘアの味方ですね。普段私は癖っ気なのでヘアアイロンで伸ばす時に一番使います。髪を溶かすのも気分が上がる、そんなアイテムです。そしてもう一つビュリーのポーチに入っているのは Vlog には映していなかったけど使用頻度は高いこちらです。そう、バレッタですね。コームのデザインと揃えてお色味を選択しました。このね、モダンなデザインが本当に大好きで、そういえば購入してから Vlog に移していなかったなぁと。髪が今よりも長い時は結んだ上から身につけていました。今はハーフアップにする時に使ったりとか、何かと使用頻度は高めです。髪色も今はブリーチカラーなので、特にバレッタの色味が映えるんですよね。スタイリングの幅を広げてくれたアイテムです。ビュリーでポーチを選ぶとき、毎回このブラウンのカラーを選びたくなる。このブラウンカラーから覗いて見える白いマーブル模様がとても好みですね。髪を伸ばしてよかったなーって思うのは、こういった素敵なヘアアクセサリーが楽しめることも魅力の一つですよね。いよいよ香りのお話に入ります。ヘアアクセサリーつながりでヘアミストから紹介してみますね。リプティックのローパピアのヘアミスト。ヘアセットの仕上げで身にまとうことが多いので使用頻度は高めです。ヘアミストを塗布した後、髪からふわっといい香りがするのってすごい気分が上がるよね。様々な角度で香りを身にまとっているんですけど、ローパピエのどこか無機質さを感じる香りって、パピエがフランス語でペーパーを意味する通り、まっさらなキャンバスみたいで、他に身にまとう香りや自身の持つ香りで色付けをしていくっていうのが楽しくて、そしてそれらを受け入れることができる余白を感じるんですよね。第一印象ではなくて、一緒に過ごして理解が深まる香りな気がする。そして香水はアルチザンパフューム。フランス語で香りの職人を意味するブランドで、今からご紹介する香りはどちらも刻印が入っています。たまに芸名ですかって言われるんですけど、本名です。私は私の名前が好きなので両親に感謝ですね。名前が入るとなおのこと愛着が湧きますよね。そんな2種類の香りのどちらかをお出かけの時に片方を選んで持ち運んでいます。地獄通りという名前とは裏腹に穏やかで純粋さがある高貴な百合のお花と静筆なインセンスの香り。グッチのスカーフも百合なので、スカーフの百合のデザインに合わせて最近はパッサージュダンフェの香りをスカーフにもまとわせてみています。百合への思い入れがあるのは、私の祖母が百合を育てていて、小さな頃祖母のお家に遊びに行くといつも感じていた香りなんですよね。百合のお花の香りって幼少期の頃を思い出す香りで、お線香とかも含めていつもお香のような香りも感じていました。だからこれだけ愛着があるんだろうなって思います。そしてお次はオブスキュラシオ。ダフネ・ブジュが手掛けたラ・ボタニックシリーズ。デザインはボタニックイラストレーターのケリー・スコットで、この中央に記載されている25の数字が特に興味深くて、試作された回数が描かれています。通常ラインはアポセカリーが持つ神秘的な雰囲気と重厚感のあるキャップは幸運の訪れを願う七角形で作られているんですけど、ラ・ボタニックのシリーズは夜に目覚めるミステリアスな植物の神秘性を描いた6つの香りから描かれていて、アンティークな薬瓶のようなデザインになっています。オブスキュラシオに関しては夜に花を咲かせるイランイランが主役となる香りで、イランイランの花言葉の一つに恐れを知らぬ心というのがあって、オブスキュラシオのタイトルはラテン語で暗がり。購入時の1月はいろいろと迷っている中にいたんですけれど、暗がりからそっと自信を取り戻してくれる魅力を感じたんですよね。この2つに自身の中で大きく分かれ目があるのは、パッサージュダンフェは日中にまといたくて、オブスキュラシオは日が暮れる頃に使い始めたいなっていうこと。時間によって選ぶ香りが私は変わります。そしてフラットな位置にローパピエがいる今の私の香水の気分はこんなところです。すっかりね、ラルチダンパフュームにハマってます。香水ってほんと楽しい。香水に関しては特に理性ではなくて
感性で手に取るものだと思っていて、その日の自身がいいって思った感性を信じてみる。で、そこに火を置いて理性が入り込むと、きっと新しい発見に出会えない気がしていて、なんていうね、独り言です。アトリエまくりにもね、また遊びに行きたいなーって思っていて、清澄白河に好きな場所がどんどん増えていくんだよね。ちなみに去年訪れた時は自身を鼓舞する香りを選択しました。人に会う時ではなくて、一人で黙々と頑張る時の香水です。なんていうね、シーンに合わせた香りの装いが楽しいんですよね。少しマニアックなお話が多かったと思うんですけど、お楽しみいただけていたら幸いです。自信を持って楽しいと思う趣味なんですよね。さて、いつものメンバーも紹介していきましょうか。テクラのハンドタオルはずっと使い続けるだろうなって思います。いつかの将来お家に置くタオルは全てテクラにしたいぐらい好きで、このふかふかさがたまらなく大好きです。ちょっとしたプレゼントとかにもテクラを選ぶことが私は多いですね。それくらい愛用しているタオルです。質感もそうなんですけど、タオルの色味も絶妙に好みなんですよね。私はこのグレーとグリーンを持っているんですけど、ふとね、違う色味も手に取りたくなる、そんなアイテムです。そしてお次はカードケース。バオバオのカードケースも変わらずに使用しています。友人と色違いでお揃いにしているんですけど、キュボイドしかりいつ見ても素敵だなーって思います。手のひらサイズなこともとてもちょうどいいんですよね。現金をほぼほぼ持ち歩くことがないので、最小限入ればいいかなっていう考えでもあって、いつかね、持ちたいなと思っているのは、シャネルのキュビアスキンのカードケース。ただね、何かの記念に手に入れたいので、先送り中で。あとは、バーバオのデザインが好きなので、こうして一世三宅のプロダクトが揃う楽しみと、色味の統一があるっていうことを、特に楽しんでいる今ですね。今羽織っているオモプリセのジャケット、そして一世三宅のカードケースと名刺入れ、ジャケットの胸ポケットに仕込むのも気分が上がります。オモプリセのジャケットのポケットもとても広いので、何かと収納してしまうことが多いんですけど、振り出したアイテムがこちらだと素敵ですよね。ロエベのキーケースも変わらず愛用中で、ポケットの箇所にいつも鍵を入れています。幅が狭いのでたくさんは入らないけど、お家の鍵と車の鍵が収納できれば万々歳。何よりもこうしてキーリングとかカラビナがあるので、こうして指に通したり持ち運びの方法に選択肢が生まれて好きですね。そう、こんな可愛い見た目だけどロエベなんですよね。パズルバッグに取り付けることも多いです。しかしね、つぶらな瞳をしてらっしゃる。まだまだたくさん愛用していきます。アニマルモチーフのものっていいアクセントになりますよね。タオルとカードケースとキーケースの次はおやつタイムも大切。コピコは大体持ち歩いている。それかなんかグミ。編集に集中している合間にさっと食べたくなるんですよね。グミかコピコは欠かさずに入れているので、隙間時間のお菓子タイムが意外と好きだったりしますね。これまでの What's in my bag の動画でもたびたび登場してきたレギュラーメンバーです。変わらないものも変わっていくものもあるけれど、その時々を彩ってくれているアイテムたちです。私のメガネは一世三宅と金子環境のアイテムで、視力はずっといいので度は入っていないです。アクセントとしてメガネは欲しくなる。黒縁は一つあると便利ですよね。調光レンズになっているので、サングラスにもなってくれる優れもので、もう一つはカラーレンズ。ブリッジのところが交差しているのがお気に入りのポイントで、赤のカラーレンズは身につけると一気にモードな質感に変化をしてくれるので、アクセサリー含め顔周りにゴールドが来るのが今の気分なんですよね。テンプルの箇所が持ち手になっているというのも大好きなポイントで、細かいけどここが特に好きなポイントかもしれないです。日常使いはこちらの黒縁メガネで、アクセントにしたいときはカラーレンズを身につけています。メガネケースはエルビゾンテのものを使用していて、付属の一世三宅と金子環境のケースもあるんですけど、このメガネケースは友人からプレゼントでいただいた大切なもので、2年ほど経っていい変化をしていますね。ケースをいただいた当時は黒縁メガネをまだ探していたので、気に入った黒縁メガネを見つけたらこれに入れてねって話してくれた。今は気に入った黒縁メガネを見つけたので、こうして入れています。大切なメガネケースですね。
こうして黒縁メガネをかけている時はカラーグラスをこちらに入れてみています。気分で身につけるアイウェアを変えたくなるので、こうして一緒に持っていることもあります。次はどんなアイウェアをお迎えしようかなとか、そんな楽しみもありますよね。必需品で始まり、必需品で終わります。素敵なタッセルがついたこちらのケースはエンダースキーマのアイテムで、こちらもね、経年変化が楽しいんですよね。中身を開けていくと、中には MacBook が収納されています。ステッカーを MacBook に直接貼るのは好ましくないので、ケースに挟むことにしました。中で動いてしまうんですけど、気にしない精神です。そしてもう一つ必需品。ダイソーで手に入れた PC スタンドで、まるでガンツみたいな球体なんですけど、このスタンドが本当に便利かつ持ち運びが簡単で、使いたいときは2つに割ってパソコンの下に引くだけで熱を防止できる。 PC スタンドってかさばってしまう大きさのものが多いと思うんですけど、このサイズなので全くと言っていいほどかさばりません。空間もできるので熱も防止できて、角度もつくので入力がしやすいです。シンプルなんですけど感動した、そんなアイテムです。日々皆さんにお届けしている Vlog はこの MacBook で作成をしています。編集して投稿して皆さんに動画をお届けすることができる今ですけど、改めて見つけてくれてありがとうございます。チャンネル登録も本当に嬉しいです。もう一つの必需品、何かと必需品が多いんですけど、AirPods Max を使ってからもうこれがいいってなりました。たとえ壊れてしまったとしても、また絶対に買うくらい好きです。Apple 製品で私はほとんどを占めているので、端末間の接続が本当に簡単で、そしてデザインもモダンさがあって、日常的に身につけていても疲れない。AirPods だと私は何度もなくしてしまったので、AirPods Max だとその心配もないと思いたい。Apple 製品ってデザインにいつもワクワクするんですよね。日々の動画を作成するために必要な必需品です。このセットがあれば、ひとまずは安心。動画クリエイターとしてももっと精進していきたいなと思っています。久しぶりの What's in my bag はお楽しみいただけましたか？これまでの What's in my bag の動画の中でも一番ボリュームがあったと思うんですけれど、私のバッグの中身から心躍るアイテムが見つかったとしたらとても嬉しいなって思うので、コメントでぜひ教えてください。今の私を表している、そんなバッグの中身になったので、私自身とても気に入っています。改めて最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。数あるチャンネルの中から見つけてくれてありがとうございます。それじゃ、またね。